こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は非正規労働者、パート労働者ですとか派遣労働者の処遇改善によく活用される助成金、キャリアアップ助成金について令和7年度版が公表がされましたので概要の説明をしていきたいと思います。キャリアアップ助成金につきましては、令和6年度補正予算概要についての動画で、キャリアアップ助成金の変更予想について以前解説をしております。そして令和6年度から令和7年度になりまして、令和7年度版のキャリアアップ助成金が公表されました。以前変更予想ポイントとして紹介した内容に加えてさらに変更が加えられておりますので、その内容も含めて解説をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、まずは就業者数と非正規労働者について見ていきたいと思います。その上で今回ご紹介をするキャリアアップ助成金とはどういったものなのか、そして令和7年度においてどのような変更があったのか、こちらは正社員化コースについて見ていきたいと思います。そして今回詳しく取り上げるのがよく使われる正社員化コースというところですけれど、その正社員化コースの概要を見ていって最後に注意点とまとめということになります。まずは就業者数と非正規労働者について見ていきたいと思います。最近人手不足という言葉がよく、耳にするようになりましたけれど、2024年の就業者数というのが6781万人ということで、前年比34万人増えているという結果が出ております。この増加につきましては3年連続の増加。そして就業者数については過去最高という状況。この就業者が増えている理由につきましては、女性ですとか高齢者の就業率が向上をしたことが大きなポイントになってきています。このように就業者数が過去最高を更新をしている中で、まだ人手不足と言われるのはなぜかというところですが、これにつきましては、今は昔に比べて働く場所、そして仕事の内容が増えているというところがあり、場所、仕事の量の増加に就業者数の増加が追いついていないという状況から人の争奪戦、人手不足になっているということになります。では最近人口減少による労働人口減少によって人手不足というふうに言われておりますが、この本当の人口減少による人手不足はこれから始まると考えても良いかと思います。そんな中で就業者というのは大きく正社員、いわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者に分かれていくわけですけれど、この2種類の離職率を比較をしてみたいと思います。正規雇用労働者の離職率 12.2% と言われておりますが、非正規雇用労働者の離職率は 25.9% というようなデータが出ております。正規雇用労働者の倍以上ですね、離職率が高いという状況の中で、非正規労働者を多く抱える企業においては、やはりこの非正規雇用労働者の処遇改善、キャリア支援をしていって、離職率を少しでも下げていくということをしなければいけないという状況になります。そんな中で、よく使われるのがキャリアアップ助成金と言われるものになります。こちらは非正規雇用労働者、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者などのキャリアアップを促進をするために、正社員転換ですとか、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成をする助成金というものになります。このキャリアアップ助成金につきましては大きく2種類分かれておりまして、正社員化支援というものと処遇改善支援というものになっております。一般的によく使われるのは正社員化支援の中の1にあります正社員化コースということになります。今回は令和7年度の変更点、そして概要については正社員化コースに絞って解説をしていきたいと思います。
令和7年度においてキャリアアップ助成金の概要が公表されました。こちらは令和6年度までの内容と令和7年度からの改正内容の比較になっております。令和6年度においては、有期雇用から正規雇用に正規転換をした場合、大企業を除いて80万円ということになっており、2段階で申請ということになっておりました。この2段階の申請自体は令和7年度では大きくは変わらないんですけれど、令和6年度から7年度の変更点といったところに行きますと、まずは加算措置のところですけれど、今までは様々な加算優遇措置というのがありました。まずは派遣労働者に関して、母子家庭の母または父、そして人材開発支援助成金の訓練終了後の正規転換というところがですね、こちらは廃止になりまして、区分として、労働者の区分内容が令和7年度から2区分になりまして、加算ではなく、重点支援対象者に区分されることになりました。令和7年度におきましては、重点支援対象者であれば、有期雇用労働者から正規雇用労働者への転換は80万円で変わらないんですが、それ以外の方については40万円ということで、以前は80万円を40万円、40万円の2段階申請という形になっておりましたけれど、今回からはですね、40万円という形で、減額という形になっております。そしてですね、大きなポイントがもう一つですね。新規学卒者については、雇い入れから1年未満は支給対象外というのが出ておりまして、多くの会社やキャリアアップ助成金を使うにあたって、新規学卒者を有期雇用労働者で雇用している会社も多いのではないでしょうか。そしてそこから正規転換をしてキャリアアップ助成金を申請するという会社も多かったかと思うんですが、今回からですね、この新規学卒者の雇い入れは1年未満は支給対象外となっておりますので注意が必要です。そしてですね、新規学卒者の1年未満の方以外に関して有期雇用労働者として雇用をして人材開発支援助成金などの教育訓練を行って、そして正規転換をした場合は、従来通りの有期雇用から正規雇用の転換で80万円という形になりますけれど、従来あった加算措置というのがなくなるということになります。ここが一つ注意が必要です。また、重点支援対象者、どういった方なのかと言いますと、雇い入れから3年以上の有期雇用労働者であったり、その他ですね、入社3年未満ですけれど、過去5年間に正規雇用労働者であった期間が短い、そういった方たち、特別な方たちが重点支援対象者ということになっております。このような変更がありまして、令和7年度のキャリアアップ助成金正社員化コースの概要ですけれど、中小企業の場合でいきますと、有期雇用から正規雇用に転換をした場合は80万円。そして、無期雇用から正規雇用に転換をした場合は40万円という形になっております。従来あった加算措置に関しては重点支援対象者として含まれるという形になりました。その他ですね、加算措置として正規雇用ですね、正規転換の制度を新たに策定をした場合は1回限りとなりますけれど、加算措置がある。また、多様な正社員制度を新たに制定をして、そして転換をした場合については、1事業者あたりの加算といったところがありますので、このあたりは従前とは変わりませんけれど、労働者の取り扱いが少し変わってきたということになりますので、注意が必要です。そして最後に注意点とまとめになりますけれど、その他の変更点として、キャリアアップ計画書というのをまずは出すというのが必須ではありました。こちらは令和7年度においても必須ではあるんですけれど、令和7年度からもちろん事前には提出するんですが、今回から届け出のみという形になりまして、キャリアアップ計画書の内容についてのいろんな問い合わせ、ヒアリングがハローワークの方からあったかと思いますけれど、そういったものはなくなると考えられます。届け出のみという形になります。
そして、キャリアアップ助成金と合わせて使ってほしいのがですね、65歳超雇用推進助成金というものになりますけれど、こちらも別の動画でご紹介はしております。いくつかコースはありますけれど、50歳以上定年未満の有期雇用労働者を無期転換をした場合ですね、無期雇用労働者とした場合、令和6年度までは48万円、1人当たり支給されていたものがですね、キャリアアップ助成金の変更に伴って、金額のバランスの調整でしょうか、今回から30万円となっていますので、注意が必要です。今後ですね、本格的な人手不足が始まることになってきます。処遇の改善ですとか、キャリア計画の見直し、整備を進めていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。